さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。はい、やすです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、以前、斉藤がいない時に、S 君と二人でやった企画をやっていきたいと思います。はいはいはい。その名も、このキャラ一体何の人気キャラの擬人化でしょうかクイズ。俺、全然できなかったやつだ。どうなってんの？今説明させていただきますね。斉藤初めてだから。今から私が5問2人に、イラストクイズを出します。はい。私が人気キャラクターを擬人化したイラストになってます。はい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 。で、2人はその線画のイラストから一体何の人気キャラを私が擬人化してるのかを想像して回答してもらうというクイズになっております。はいはい。2枚画像が送られてくるのね。で、1回目は白黒線画なのね。はいはい、ちなみにそこで極力答えてほしいの。なるほどね。で、そこで答えられた時点で1人10ポイントもらえます。はい。ただその後1回カラーの色がついた線画が送られてきます。っていうの人気キャラクターって色味がめちゃくちゃ強いのね。確かに。わかるのすぐその色味で。色味で答えたら1点です。ただそこで1回回答だから変える権利をあげるから。わかった。っていうことで2人は得点の高い方が勝ちですので、はい、より頭を柔らかく私の擬人化スキルをよく理解してやってきて答えてください。違うよ。フィーリングなんよ。フィーリングなの？一瞬見たときに、あ、このキャラだって思いつけばいけんだけど。その茂木さんのアハランとかみたいな世界なの。そうしたいともわからんよ。1人目の人気キャラクターはこちらです。さあ、何でしょう？答えを書いてください。これは簡単です。わかったかも。さあ、回答を書いてからじゃないと次のイラスト送れないので2人とも書いてください。最初ね、もう絶対わかんないって一瞬思ったけど、これはね、オッケー。いいですか？はい。はい。はい、じゃあ2人の回答を教えてください。まず斉藤からどうぞ。私はスライムだと思います。はい、S 君どうぞ。俺、メタモン。メタモン。じゃあ今から画像をもう一回追加で送りますね。あ、そう言われたら。はい。あ、本当だ。そうだ。ということで、もうこれは斉藤さんは回答を変えますか？いや、このままでお願いします。 S 君回答変えますか？スライムだったわ。ということで、今回の正解はドラゴンクエストのスライムでしたフィーリングでしょ？ということで、まあこんな感じです。OK？ ということで、斉藤今10点、S 君1点です。あ、そうなんだ。10点もらえるのか。そう。ほんとそうこれだ。これも1問目で成功しないとほぼ勝ち目はお互いありませんので。むずいんよね。なんかさ、絶対わかんないと思ったのよ、これ。わかんないでしょ？でもフィーリングだよって言われて、この目が。あー、なるほどね。そこね。そうだね。まあ私の擬人化ポイントとしては、スライムってこう白目があって黒目があるっていうデザインでしょ。で、こうやっぱ特徴的な口の形。でも口の形はエスクルってメタモンも似てたから一瞬ああと思ったけど。溶けてたしね。やっぱこの目の形からぜひスライム。あと頭のとんがり。頭のとんがりがちょっとスライムでした。そういうとこね。で、あ、これやっぱスライムかなと思って。はい。ということで、こんな感じで2問目いきたいと思います。S 君大幅リードです。俺じゃない。斉藤は今大幅にリードなので、次 S 君頑張ってください。もう多分一番も見せれません。俺これ苦手なんだよね、このゲーム。これを難しい。前回のコメントには S 君が悪いってコメント来て、S 君が答えられなすぎて、私の擬人化が下手なのかなと思ったけど、コメントなんで S 君が悪いって。めっちゃわかんないんだよ。シンプルな感想来たな。そう、めっちゃむずいんだよ。はい、じゃあ次はですね、どうしようかな。これが簡単なんでしょ？そう。じゃあ第2問目、こちらです。恐ろしいな。はい、直感で書いてください。これだな。とりあえず。いいですか？じゃあ斉藤さん、回答お願いします。私の回答は、ポムポムプリンです。さあ、S 君回答お願いします。俺も一緒。ポムポムプリン。あ、本当？この耳が多分そうじゃないかと。なるほど。じゃあ画像送りますね。あ、違うわ。あれだ。なんだっけな。いいんじゃないですよ。お互いバレちゃう。待って、もちろん回答変えてもいいし、変えます？2人とも変えます？はい、変えます。いや、俺変えたいんだけど、このキャラクターの名前が出てこない。私も今ね、乙女度、小学生の頃の自分を終わった俺。いや、このキャラクターの名前を知らないなんてことはありえないよ。名前出てこねありえない。そう、みんなが知ってるキャラクターから出したから絶対ありえない。もう、このキャラを知らないなんて日本に住んでないよ。まあ、斉藤は住んでないからあれだけど。白いやつだよね。確かこいつはなんかウサギみたいなさ。悔しいよね。悔しい。イメージはね、キャラの多分イメージ出てんだ。俺も出てんだよ、ここに今。じゃあほら、直感でそのキャラの名前考えて。はい、じゃあ最後の回答お願いします。
私の回答は、シナモンです。それかS 君の回答は、回答言葉が思い浮かばず。ダメだー、マジで。シナモロールでしたということで、2人とも残念。ダメだったか。シナモロール。じゃダメだ。シナモロールだよ。せめてロールをつけてほしかった。やっぱシナモンじゃダメです。シナモンじゃダメなのか。ダメです。そうだ、そのキャラだ。しかも、つかないんだ。でも、まあ、ポマトマプリンの2人が間違えたらなんとなくわかる言いたいことは耳の不安とね。でも、まあ、色味の時点でも完全にね、色がね。白だったからね。色がなかったから、このキャラはね。一瞬マイメロともないんだよ、マイメロ。でもこのキャラクターは私ちょっと調べたら、なんか雲の上の世界みたいなところで生まれてるキャラで、大きなお耳で飛ぶ犬なのね。ウサギじゃなくてワンちゃんなの。これ犬なんだ。それで、だから雲の世界っていうのを聞いたから、あえて雲とかをパーカーにこうイメージしてみて、空を飛んでる感じにしました。私これポムポムしてるの。で、今度先に言うと、私の擬人化ルールとしてね、やっぱ元が動物っぽい生き物でも、あえて猫耳を生やすとか、ウサ耳を生やすとか、そういうことはしたくない。やっぱ擬人化だから。だから、あえてフードのパーカーにそのデザインを落とし込むとか、なるほどね。尻尾も生やさない。いや、尻尾を生やさないために尻尾の位置に来るように、こうポシェットをぶら下げてみたりとかしてます。あ、これポシェットなんだ。そういう感じです。私なりのちょっと擬人化ルール。じゃあ人なんだ、これちゃんと。耳とか書いちゃうとさ、結構そのまま楽ちんだから、擬人化するの。そうだね、そうだね。あえて人間でっていう。そう。うわ、けどこれ、だから、キンちゃんも前擬人化した時も猫耳を描かずに、あえて猫耳ヘアみたいにしてみたりとか。そういうところで頑張ってます。マジで名前出てこない。じゃあ、二人とも今これ特定変動なし。これさ、星じゃない。そう、名前が出てこないんだよ、名前がやばい説だ。そう。第3問目のイラストは、こちらになっております。もう2問目からやばいぞ。もうよりわかんねえ。私これは分かったよ、パッと見で。マジでよくわかんねえ。すごい。いい感じに擬人化できた気がする。これはね、下本うまいなって思う。もうなんかデザインも可愛くできた。一番再現されてる気がする。やっぱね、人によるのよ、何問目が簡単って感じるかは。もうね、エス君がしててインスピレーションになるよ。これなんか見た瞬間に来なかったらもうわかんないんだよね。でも、斎藤の正答率が高いことをやって、やっぱ本当前回のやつはエス君が悪かった可能性。俺これ超苦手なんだよね。発想力がないっていうかさ、なんつうの、考える力ゼロみたいな。エス君が間違えすぎて、私もたまに自信を失っていくっていうさ、悪循環で、そう。よし。いや、絵はうまいよ。じゃあ、それぞれ回答お願いします。斎藤さんどうぞ。私の回答は、ポン EV です。はい。エス君の回答は失ね。やばいな。この自信のなさ。キャラ名を書いてくれよ。じゃあ、色付きイラストを送りたいと思います。系統は分かったんだ。なんかこう。なんとなくキツネっぽいな、みたいなさ。はい、色付きイラストこちらになっております。これ EV か。ほんとだ。いや、うまいなと思って。EV だ。首のあれとか。はい、じゃあ SM 書き直して、どうですか斎藤最終的回答。これで、はい、じゃあ2人とも見てください。はい、最終回答は S 君も EV になって。正解はですね、ポケモンの EV、特にメスでした大丈夫 EV で正解にします。なんだよ、メスを触るんだ。EV のメスは尻尾の部分のデザインを見てほしいんだけど、丸くね、なんかお花みたいなデザインになってるの。トゲトゲじゃない。オスの EV はここはギザギザなのね。私たちが昔から知ってる EV はギザギザなの。で、女の子の EV なので、あえてちょっと女の子の髪の毛の部分を見てください。ちゃんと EV のメスの尻尾のデザインで、女の子のポニーテールをデザインしてます。そうなんだ。ってことで、ぜひね、色塗った時点で、気づいてくれた視聴者さんは EV メスだってとこまで行ったと思うんだよね。いや、もうかなりのオタクじゃん。そしたね。今回の、あとは擬人化のポイントとしては、やっぱだからその耳の部分をどう表すかだけど、あと尻尾の部分 EV の特徴的な。それをだからもう尻尾を描くわけにはいかないので、ポニーテールに活かして、耳の部分はヘアゴムの飾りみたいにしてみました。なるほどね。ほんとだ。で、回答がここで20点になり、S 君が2点です。少な。少ないここから挽回できるか。俺多分今日一問も当てれないんじゃないの。さあ、やばい。ここでもう後半戦いきますよ。あと2問だから。元気なくなってくるよ。第4問目のキャラクターはこちらになっております。S 君、ここだよ、勝負、ここもう色ついたら 100% 分かると思うからね。ほんと？何これ、ただのさ、裸の人じゃん。じゃあ、斉藤さんからどうぞ。私にとってこのキャラは、はい、マリモッコリです。マリモッコリ。はいはい。俺、子供クラピカ。
はい。なるほど。もはやキャラでもない。擬人化じゃないもはやクラピカしか見えねえよ。いや、じゃあこれもう、スタイトも多分この時点で正解出ます。いきますよ。はい、2なんだよこ枚目のれ。画像こちらになっております。何これ全然。こりゃ難しいわ。超ウルトラ Q だよ。これでもわかんないの。わ何これ。かんないのは、やっぱ S 君が悪いんだと思う、この企画。うん。だって、色来たら普通わかるよ、多分色来たら。もうこの色味だもん、このキャラクター。何これサトシ？サトシそのままじゃないだろ、どう見ても。じゃあ最後、二人の回答お願いします。はい、私の回答は、マリオに出てくるキノピオです。はい。キノピオか、 S こ君のれ。回答は、これ、プーンって飛ぶ黒ひげのやつ。正解のキャラクターは、キノピオになっております。だから頭キノコなのか。正解、そうですね。まあ、白黒の時点で言うと、もうキノコヘア、完全なる。白黒で分かった人いんのかな。あとはこのファッション、直帰だね。直帰ねアラチンみたいなイメージ、最初抱いたじゃん、一瞬。あーそのイメージと間違ってないんだよ。キノピオってそういう格好してた。ちょっと、キノピオってこんなアラジンみたいなあ格好してるんだ。と、強いて言うと、ちょっと普通よりハイウエストなズボン。結あー構上の方で入ってた。ズボンじゃなくておむつじゃん。おむつだよな、これ。だけど、だってなんかグーっていうのはなんかいつもさすがにマリオさんみたいなイメージだから、なんかやってそうなイメージあった、こう、キノピオ。確かに。全然わかんねえ色な。ついたら、斎藤みたいに普通ひらめくと思ったから、この黒い全然わからなかっこの赤のブチでね、た。あー。こんなキャラ他にいないもんね。俺もうより無理じゃん。最後の問題です。回答がすごかったよ最後の問題。今現状斎藤さんが30点、S 君が2点という感じなので、もう最後の問題は、1問目で正解したら、50点。50点差し上げます。50いや、点。絶対無理でしょ。なので、S 君まだチャンスあると思って頑張ってください。最後のキャラクターは、こちらです。これもここがチャンスよ。色ついたら、まあさっきの色ついたら絶対答えられる問題。S 君答えられない。あれだけど、色ついたら絶対分かっちゃう。なので、ここで答えてください、ぜひ。いやー、もうわかんない。なんだろう、これ。貞治やな。何そのキャラ。で、王貞治あれ、銀玉に貞治って言いなかったっけ？あ、銀玉にいる。犬。いる。銀玉のね、いる。もう今の時点で違うじゃないか。先生がどんどんそれてる。終わった終わったまあ一応回答してください。終わはい。ったはい。斉藤の回答は私の回答は、ぐでたまです。なるほどね。うん。俺の回答は銀玉の貞治だ。王貞治じゃない。じゃあ、2人とも2問目のイラストを見て、回答を変えるかどうか考えてください。あ、わかった。あぐでっとしてるけー、ど。これか。ごめん、エスクの回答見たら私笑っちゃって。ごめん、私も見えたら笑っちゃった。間違ってるこれ。まあいいよ。絶対合ってると思った。どうぞ、斉藤さんどうぞ。私の回答は、リラックマです。ごめん、エス君。そっちか。俺の回答カレーパン。待って、どうやって、この色はあれだ。いや、カレーやん、色が。いや、ちょっと待って。コリラックマとかにならないよう気をつけようって思った。まあ、ということで、最後のイラスト送ります。正解。色がカレーパンマンや。待って待って、このさ、ぐでっとしてる意味がないじゃん。ポーズにも意味あるって言ったのに。最後の回答は、はい、こちら、リラックマでしたリラックマってこんなさ感じなんだ。ちなみに私も今回リラックマを調べてびっくりしたのは、リラックマクマじゃなくて、実は着ぐるみということで、実際はもしかしたら今回擬人化ではなかった。本来ももともと中に入ってる人がいたっていう。ただリラックマの中身は一度も誰も見たことがないからわかんないらしいです。そうなんだ。なので、着ぐるみが背中にあんだよ、リラックマってチャックが。それを今回、あえてね、よく見て、服の真ん中に私持ってきました。本当だ。これが唯一、ぐでたまの見分けるヒントでしたね。で、やっぱ髪の毛にちょっとあえて耳の中の黄色い部分をちょっとメッシュとして入れてみたりしました。あー。まあでもこれは確かに白黒で答えるのは本当に難しいと思う。私もだからぐでたまとか出るのも出てわかるなと思ったし、もうなんだ全然別のキャラが出てもしょうがないんだ。たださ、まさかカレーパンマン。いや、この構図で、色がさこの色で。カレーやん。いや、確かにね。いや、もうということで、最終的な得点の結果は、何にもわからなか斉った。藤さん31点、S 君が2点、斉藤さんの勝利。低レベルな戦いだった。ということで、よかったら視聴
聴者のみんなも、何問答えられたか自分が分かったかコメント欄で教えてみてくだ全然合わなかさい。ったな得点ぜひね、教えてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と、アシスタントの斉おやすみ藤と。なさバイバーい。い。ひらめき力ゼロやん。いや、もうカレーパンマンって答えた視聴者がいるのかしら。やばいな、ほんと。すごいな。